こんばんは、はるです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。前回のティアリストからまた、少し時間が経ったので、更新をしていきたいなというふうに思います。今週に関してはショーダウンっていうふうなことで新イベントは、なかったんですけど、RTTF だったりも、来てるので、そういう選手たち、追加をしました。じゃあそれでは、早速見ていきたいなと思います。こちらが最新版のアタッカーのティアリストになってます。B は、特に変わらずで、誰かをこう落とすという、ことも、なかったという風な感じです。そして A ですね。A には新しい、RTTF の、イベントで、フォラント、そしてラメラを入れました。どちらもこう EL の、選手になってます。フォラントに関してはやっぱり、まだ能力自体はね、上がってはないとは思うんですけど、やっぱり前線でスキル3っていうのはまず厳しいなというふうに思います。で、あとは、そうですね、やっぱりこう、背負えるほどのこうフィジカルっていうのもあんまりないっていう風な感じですけど、重たさっていうのが、あるので、そういう空中戦もそんなには強くもないですし、なんかこう、使いづらさっていう風なだけが、ちょっとあるような、選手、いいところとしてはやっぱりシュートの部分だったりとか、そういうこうパンチ力の、あるようなシュートが打てるってこうフィニッシュのところ以外は、もうほとんどちょっと厳しいかなっていう風に自分は、感じました。ですけどこうフィニッシャー的なところでやっぱ得点っていう風なところに絡めると、そんなには悪くはないっていう風なこともあるので、ここはフォラントは A かなという風に感じ、ますね。で、そして、ラメラなんですけど、ラメラ能力がね、プラス2をされたんですけど、個人的にはここに入るかなというふうに思います。もっとこう、能力が上がっていけば、どんどんランク的には上がるかなというふうに思うんですけど、まだこう、1回アップグレされたぐらいじゃ、個人的にはあんまりで、やっぱり逆足さんっていうのは、厳しくて、で、あとはね、能力は高くて非常にいいんですけど、そこまでなんか速さっていうのも感じることなくて、で、かつフィジカルも、強くはなかったので、本当こうパスだったりドリブルとかはうまいんですけど、それだけ本当こうそれだけみたいな感じに、なって、しまってたかなというふうには思います。これがねどんどん能力先ほど言ったように上がっていくと、中盤、攻守にわたって、こう存在感が出せるような選手にはなるとは思うんですけど、ちょっと微妙かな。今の、感じだと微妙かなというふうに感じたので、ラメラも A というふうな感じです。で、そして S ですね。S に新しく追加をした選手は、マレンですね。チャンピオンズリーグ、マレン、RTTF マレンです。だけかなというふうに思います。あとはエンケティアを少し下げたっていう風なぐらいですね。新しく追加したマレンに関しては、ほんとこう S っていう風な感じの選手です。今の段階だとこう可もなく不可もなくっていう風な、感じです。めっちゃ強いっていう風なわけではないんですけど、全然悪くはないっていう風な選手ですね。ちょっとドルトムントのこう勝ち上がりに、よっては化ける可能性もこの人は全然あるかなという風には感じるので、もともとやっぱりペースが速いですし、こう意外にもこうフィジカルだったりとかはあるので、なんでこうそういうところで化ける要素、今作の仕様に合うような要素っていうのは若干こう元々能力として揃っては、いるので、そういう風なところが伸びていけば、かなりこうこれから良くはなるのかなという風には思います。で、そして S と SS の間にいるのが、EL ですね。フェラントーレス、そしてラスパドーリを入れました。フェラントーレスに関してはもう、能力は上がらないっていう風なことは、決まって、るんですけど、ぜひともちょっと上がってほしかったなという風には、感じます。非常にこの人使いやすかったですし、個人的には、同じぐらいだったらマルシャルと、レベル的には同じぐらい、若干フェラントーレスの方が個人的には良かったかなっていう風なぐらいだったので、コスパが良くて、非常に、
55になったら、強くなってたのかなというふうには感じます。今でも、全然、悪くはないですし、ここの間ぐらいかなという風な感じです。ドリブルに関しては身長180センチを超えてるんですけど、意外とやりやすかったなという風に思います。でそして、ラスパ通りですね、CL ナポリの選手で、この人もプラス2を、されてアップグレをなされました。ちょっとこの人も、ちょっとこうベンエデル的な、要素を持ってて身長が小さくて逆足5でっていう風な選手なので非常にこう使いやすさっていうのは、やっぱりあります。ですけど若干こうボディタイプアベレージやったかなっていう風に思うんでそれこそベンエデルの方が使いやすいっていうのことはあるんですけど能力がねどんどん上がっていけば、この人もまだまだわからないような選手にはなりますし本当こうセリエのベンエデルみたいなエウゼビオみたいなイメージの方が、いいかなという風に感じます。使いにくい選手ではないですしこの人もこの人はね能力がまだ上がる可能性全然あるのでそこに期待をしつつ今のこの上がって88だったら、この S と SS の間には入るかなというふうに思います。でそして SS ですね、SS は TOTW、ロナウド、入れましたアルナスルに、移籍した、ロナウドでそして、先ほどちょっと出ました EL のマルシャルですね。でそしてあとは一番右ですね EL、キエーザですねユベントスのキエーザを入れました。でそしてアダマを少し下げたかなという風な感じですね。ロナウドに関してはケミが難しいだけで実力的には、ここに入ってもおかしくはないかなという風に思います。ルルブレイカーのロナウドと能力的には、似ていますしルルブレイカーのロナウドもここに入るかなっていう風な形で個人的に黒は、多分多くこの先来るとは思うんですけど使われないっていうのが少し残念な、ところではあります。使いにくいというか難しいんでケミがねなんで使われないんですけど実力的には、ここかなという風な感じです。でそしてマルシャルですね、マルシャルは、プラス1、総合値がされて、ここに入ってます。非常にやっぱりこう44の中では、フィジカルが強くてこうスピードでもいけるような選手になってました。アップグレ前にね自分は使ったんですけど結構個人的には良かったかなっていう風に思う反面その時には70万ぐらいだったんですけど70万はちょっと高いなという風に思いつつちょっとなんかこう人によることが多いんかなっていう風にこの人は思いました。マルシャルめっちゃ打っていう人はめっちゃうまく使いこなせるだろうし合わないっていう人は多分本当に合わないっていう風な感じちょっとね中途半端っぽいような選手にはなってました。ドリブルもねそんなにこうめっちゃ軽いっていう風な、感じではなかったので人によるのかなという風に思いつつやっぱりそれでも能力が上がった、ことによって個人的にはフェランより強いかなという風に思います。あとはこの人も55になればその若干のフィジカルの強さっていうのを生かしつつスキルでもね剥がしたりが、できるので今はこうスピードで相手から寄せられた時にフィジカルでグリッといけるっていう風な感じでしかこうフィジカルは使えないかなっていう風に思うんですけどそこからねプラススキルが、上がればよりこう理不尽さっていうのは出せるのかなという風に思います。ユナイテッド調子いいので、カラーカップも、制覇してEL もっていう風な感じでかなり能力上がるのに期待は、持てるチームにはなるので、マルシャルも今後に、期待という風な感じですね。でそしてキエーザですね。キエーザも多分プラス1されたかなという風に思うんですけどやっぱりこの人もこうスピード面、非常に速いです。マルシャルよりスピードは速いかなっていう風に、思います。その分、若干こう決定力が ST の選手ほどはなかったり、それもサイドの選手の普通の一般的なサイドの選手よりかはあるんですけど非常にこう何でもできるような、選手にはなってます。冷静さも高いですし決定力も、シュート力も、あってっていう風な選手であとはパスもねうまいっていう風な感じにはなるので能力的にはやっぱりこう44の中で言ってもかなりこう高い能力的には高いような、選手にはなってます。細かいタッチもできる選手ではあるんですけどどちらかというとやっぱりこうスペースにこう走り抜ける裏抜けっていう風な感じの選手にはなるのでなんでこういう風な選手がね裏抜けがもともと武器でスピードがあるような選手がこれもまたねこうスキルが5になったりとか逆足5とかになったらかなりこう相手からすると厄介にはなるのでキエーザも非常に強くなる可能性はあるかなと
いうふうに思います。で、今の段階だったら、SS かなというふうな感じですね。で、そして SS と SSS の間にいるのが、CL フィルミーノ、そして、EL ですね、ガブリエル・マルティネッリを、入れました。フィルミーノに関しては、ちょっとレアル相手に厳しいかなっていう風な、感じで、値段的にもね、100万を切ってるっていう風なところで、ちょっとアップグレの望みは、世間的には薄く、なってるのかなという風には思います。かなりね、多分 RTTF の中でも、こう目玉の選手として、来たんですけど、ここからアップグレされるかどうかっていうのが、ちょっと鍵握ってくる。それこそ一番上のランクに行くためにはやっぱり鍵握ってくるかなというふうに思います。今の段階だったら一番上の選手には、並べないかなっていうふうに、思います。もちろん能力とか、だったりは、それこそね、デンベルとかより上なんですけど、使いやすさ的には、使いやすさというか、ゲーム的にというか、やっぱりデンベルの方が速さでいけたりとか、っていうのができるので、個人的にはそういう風な選手だったり SS にいる他の選手よりかは、まだこうフィルミーノは並べないかなと、個人的には思います。ですけど、そこからね、能力が上がってスピードもついてくるようになると、非常に上のランクに行く可能性っていうのは高くなると思います。ですけど、ちょっと厳しい面も、ありつつ、今でも十分強い選手では、あるんですけど、どちらかというとやっぱり上がってほしいなという風な気持ちがあるので、ちょっとリバプール頑張ってほしいなという風なところです。今でも何でもできます。本当に何でもできる。パスもうまいしっていう風な選手、おすすめではあるんですけど、個人的にはもっと強いフィルミーノが見たいなという風に思います。で、そして最後ですね、マルティネッリです。マルティネッリ。44、この人も44の選手で、アーセナルがどうなるかという風な感じにこの人もね、なってくるんですけど、非常に今でも能力が高く、なってます。この人も能力が1プラス1されたので、非常に能力高いですし、44でもこの人も本当に最高クラスの、選手にはなるかなという風には思います。本当にスピードでもいけますし、ドリブル軽さっていうのもね、めちゃくちゃあって、細かいタッチも、たまにできるっていう風な選手ですね。個人的にはマルティネッリキエザよりかマルティネッリの方がおすすめですね。マルティネッリの方が強かったかなという風には感じます。シュートもどちらもね打てるんですけど、本当誤差みたいな感じになるんですけど、マルティネッリの方が若干こう速くて、こうシュートの振りがね速かったりとか、したり、スピードもそうですけど速かったり、しますし、本当にこの人が5-5になったらマジでやばいだろうなっていう風に思いますし、それこそ5-5にならなくても逆足5とかになるだけで変わったり、またはもうちょっと能力上がったら4-4でも十分みたいな感じの選手にはなるので、非常に能力高く、かなりこうねアップグレされる可能性も高い選手ですし、5-5になればおそらく一番上のランクには行くような、選手にはなるのかなというふうに思います。マルティネリも今の段階で非常に強いような、選手になってます。で、そして SSS には、誰も追加をしてないという風な感じで、前回と同じような、形になってます。っていう感じで、これが最新版のアタッカーのティアリストになってます。もちろんここにいない選手だったりとか、いるかなという風に思うので、気になる選手がいれば、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。